こんにちは。アニメ紳士です。今回は有機爆発バーンブレイバーン第11話への視聴者の反応をご紹介します。この動画を見るといろいろな感想や解釈を知ることができて、アニメ視聴の楽しみが増えると思います。動画の前半では放送中や放送直後の反応、後半では放送後の感想や考察をお届けします。ぜひ最後までお楽しみください。突然の死、卑怯な津田健、マジで強そうなやつ出てきた。バカなことしてるから敵来ちゃった。最近の質多い津田健。最近俳優で忙しい人。ブレイバーンボロボロやん。未来は変わったがグラビオンを思い出すボロボロっぷり。さっきまでの変な流れから急展開すぎる。なんだかわからんかったが熱量がすごかった。急展開すぎて頭が追いつかないよ。こう詰め込まれすぎてなんて言えばいいんですかねこれ。なんか今回展開が強すぎない？なんかシーンが飛び飛びに見える。いつものことだな。勝手に行くなよ。なんか相思相愛になってた。どういう気持ちで見ればいいんだこれ。最後までいやらしいわ。さっきまでふざけてたのにどうして。ふざけすぎたのかも。それはそう。次はイサミがブレイバーンになる番かな。イサミは生存したから多少は良くなったというか、ブレイバーンはここで死ぬ運命なんかな。何回死ぬくだりやるねん。ここに至るまでの展開がちょっと。1話の中で3回くらい起承転結すんじゃねえ。頭が追いつかん。良い最終回と思ったのに。あれ、これルルの来た未来にループしちゃわない。1回で成功とかぬるいしな。即死チート並みの速度で進んでいったな。そこ閉まるんだ。1話で開いてただろ。またタイムリープすればいいじゃん。良い最終回だった。未来だと相打ちだったのにブレイバーンだけ死んでるじゃねえか。小西に津田健か。子供からは気持ち悪いと言われるエンディング。なんか話数が余ってるみたいな展開だな。まあ引きとしては最高なんだが、どうすんだこれ。あと1話で片付く気しねえ。ダンクーガのバルートだけどこれ。ごふざけした自業自得じゃねえか。改変してスペルビア化成した結果がこれ。メイドといい終盤で重要そうなキャラ殺すな。ルル、失敗した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 。何この展開、かえってスペルビアがいない方がマシだったんじゃね。唐突すぎる。スペルビアに頼るしかないんか。最後はイサミがタイムリープするパターンかな。このイケメンメリーゴーランドも繰り返す暗喩かな。これはラボアニメ定番の主役メカ乗り換え展開ですね。間違いない。よし、ルルに乗るぞ。次回最終回か。あと2体だし、奇跡のグレート合体やってまとめられるかな。ルルエッジ意外とでかいな。ルル倍増量されてる。みんなエロい。今日はテこ入れ会なのかよ。ロボットアニメに料理作感が。気合い入れてると思ったらその通りか。気合入ってるな。合体バーンブレイバーンは顔がバイザーなのと腕が短いままなのが気に食わない。色がグラビオンっぽいのも何か微妙。綺麗に終わった大張り物あったっけ。いつものパターンやで。最終回後の特番とか決まってるから来週最終回のはず。ぐへへ。来週は温泉会ですか。これでスーパーロボット対戦作ったらカオスにしかならんな。シードフリーダムとブレイバーンで徹底的にカオスにできそう。なんでブレイバーンもイサミも殺した敵がまだ残ってるのに、このタイミングで戦ったの？前の週のルルはあの3体どうしたんだっけ？ブレイバーンと3体が相打ち。だとしたら変なタイミングで戦ったせいで状況悪くなってんじゃねえか。ツッコミキャラだったはずのイサミが突っ込んでくれない。ボケ担当しかいないやんけ。思ってた以上にキャンプファイヤー会だったな。スペルビアの底口なんだ。夕日をバックにスペルビアと対決も当たったけど、今回やるとは外れた。展開急すぎない？世界の命運をかけた戦いに向かったと思ったらキャンプしてるし、敵は弱いギャグキャラだし、倒したと思ったら今度は仲間内で戦い出すし、和気あいあいとしてたら不意打ち食らって死ぬし、1クールでやるには無理があったんじゃないの。これ
無駄なことしてるということは、むしろ無理どころか余裕なのでは。ルルが未来変えた結果、ブレイバーン一人だけ死んで、敵は残ったままってことでいいのか。で、今度はイサミがブレイバーン、スミスを救うヒーローになるってこと。なるほど、3人ともにヒーローになって初めて世界が救われるとなると、善獣さんはなんかひっくり返しがありそうやね。イサミが急に聞き分けよくなってて、洗脳決まってるみたいで怖かった。もうとう日本なのに3体ってどういうこととか、そんなのどうでもよくなるな。本当にどうすんのこれ。後に上がるなら1対1話でいけるんだが、あと2体で最終合体するかもわからん展開はちょっと、津田健以外の最後の1体もハリボテなんじゃないか。熱いバトル会かと思ったらカオス会だった。予想できるか困難。海辺でのキャッキャやら飯やらで完全に気抜いてたらこれだよ。これあと1話でまとめられんの。もう続編決まってんじゃね。続編やるにはですドライブスを中途半端に処理しすぎた。この展開であと1話ってさ、無理すぎるだろ。スペルビア戦なんだったんだ。ブレイバーンを倒したのはフンドかな。2体倒せばいいだけだからまとまるんじゃね。ロボが魚食ったり、ロボに人間が押し倒されたり、いろいろあったのに、いろいろなものが最後のショックで全部吹っ飛んだわ。普通のアニメなら明らかに中盤にありがちな脚本失敗回だけど、ここまで来てこれってのは絶対何かあるな。ブレイバーン死んでも悲しくはならんだろと思ってたが、今悲しい自分に驚いてる。スミスが死ぬたびに何かしらの手段で時間が巻き戻されるのかよ。もはやギャグ。いや、最初からだが。スミス、ルルイサミ全員ループすんのかな。最後まで先の読めないアニメだわ。最後が衝撃的すぎましたが、それまでの展開が意味不明でしたね。やっぱりギャグなんですよ。で、最後に津田健登場からのスミス2回目死亡、ガガピー。次回はついに最終話。最後の最後にやっぱりギャグだったなと思わせてくれたら満点ですが、どうなるかな。これがうまみ。フルスロットルでかました前半、殺意なき中盤、そして最終回前っぽい陽動激アツ展開からのこれは、本当にイサミかわいそう。変わったはずの未来で、確かに変わらない。波に消えた2人の名前も、ボロボロの緑の瞳に映す君も、愛だよ。まさかの小西さんに津田さん、以前の緑川さんや田中敦子さん、シャフーリンさんと声優さんの無駄遣いにも程がある笑い。次回最終回、最後は昭和のお決まり、みんなの勇気爆発で謎の力でステルビアと最強融合合体アルティメットバーンブレイバーンで決まりだね。お見合いの次はうまみ。生死では誘致で敵を一人で全て倒して世界を救ったはずが、イサミとスミスを助けるために歴史に介入したルルと、生死では参戦してなかったスペルビアの存在が隙を生んで、かえって世界のピンチになった。これが11話ショックってやつか。イサミの完全なデレが結果的に一番まともなほど超演出と予想外の展開が畳みかける。ロボットのバトルアクションは非常に見応えあるので、初登場のセブニティスに感情移入できる謎の現象も、大破した主役機もロマンだよなとか言ってる場合だろうか。どこから突っ込めばトイオペレーションゴーンファイヤだったけど、とりあえず口がついてるのにブレイバーンは食べられないのかよとだけ。そしてですドライブズそっちのけで戦い始めたと思ったら、衝撃のラストで感情が追いつかない。待ってくれ。感情がこんなぐちゃぐちゃになるアニメ今まであったか。ブレイバーン11話視聴。24話分を20分で脳内に叩き込まれたような衝撃。来週、最高の勇気を見せてくれ。濃すぎる。家系ラーメン味米固め油多めに濃厚なカレーかけて、背脂チャッチャしたくらい濃い。今すぐ俺に押すと福神漬けと玉ねぎのみじん切りをくれ。チルの波動を感じる一方で、イサミとの相合い傘が波で消されるのが、相棒のおじさまの夢を一緒に叶えようとするルルの成長。拳を交わすために生きる、そのために世界を救う。ヒーローになれたスミス、ブレイバーンのヒーローはイサミなんだなって。ミスター味っ子トレンド入りはこれだったのか。決戦前夜のイチャイチャ、押してまいるイチャイチャにニヤニヤしてたのに、何このラスト。次で最終回、終わるの、終われるの、き
待だけど寂しさもある。なんか始まった。絆を深め合い、深めすぎ笑い、強敵を打ち破り、弱すぎやせ、そして高ぶる心で押してマイルブレイバーンとステルビア。なぜに、そんな熱い展開。茶番、かと思っていたらラストに衝撃。タイムリープものはこうでなくっちゃ。最終回まで目が離せません。すごく緊張感のある回だったな。爆笑。と思ってたら、一瞬で目が覚めるシリアス来るやん。最終決戦前夜の大胆な告白。ロボットが繰り広げるミスター味っ子は新鮮。ブレイバーンの剣の構え好き。かっこいいポーズ多かった。すごすぎた。30分が濃密濃厚。あと1話で本当に終わるの。円盤特典の小説。京極堂シリーズみたいな分厚さにならない。12話が待ち遠しいけど、終わるのが寂しい。さすがは石ホモ作品。イチャイチャしやがって笑い。中盤は過ぎたとこ西のやりたい放題。11話でやることじゃねえだろと思ったら、終盤しっかり11話でやることだったというオチよ。マジでこれほんまにあかんやつな1話。すげえ伏線回収回だったなせ。このアニメ、なんだよ。さすがにこの変なアニメにも慣れてきたと思ってたのに、最終回の直前で、今までで一番この感情になるとは思わないだろ。このタイミングでギャグかよ。で20分くらい視聴者に突っ込ませてからの、最後の展開で頭がおかしくなる。視聴者のコントロールがうまい。割とわかりやすい敵の謎、ライバル同士のお約束と定番をこなし、さあ次回はどうなるんだと思わせた一瞬に、いやまだ今回は終わってないんだぜと、衝撃の展開を持ってくる。本当に次回どうなるんだ。お約束を人とロボで畳みかけるリズム感と、真剣作画が織りなす快感と微笑ましさ。痛快バトルから一気に戦争ドラマへ引き戻される。ブレイバーンが最後に勇に残した言葉は何か意味がありそうだ。ルルがとてもいいヒロインに。もうめちゃくちゃですね。でも最高に面白かった。ゾンビランドさが1期5話に匹敵する突き抜けたやけくそ感こそがこのアニメの真の魅力であると断言できる紙一重なんですよ。こういうのは一歩間違えると滑って台無しになるので、本当にギリギリのラインを攻めている。決戦を前に語らう戦士たち、拳を交え分かり合う男たち、彼らの絆は深まりってツッコミどころ方だよ。絆と決戦の熱い1話なのに、やっぱり色々とキモいわ。衝撃的だわで気持ちの整理が追いつかん。ここに至って全力で振り切る本作の凄さを見た。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介していきます。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アニメ紳士でした。